ばんは。今目の前に洗わないといけないお皿がすっごい溜まってるので、食器洗いをしながら雑談サブチャンネル始めます。最近どうですか皆さん。5月に入ってちょっと暖かくなってきたけど、でもやっぱり寒い夜もありますよね。私が最近始めたことといえば、水を2リットル飲むことです。ずっと水道水を飲んでて、本当は多分ミネラルウォーターが一番いいんだと思うんですけど、一時期ペットボトルのお水をネットスーパーとかアマゾンで注文してた時期があるけど、場所も取っちゃうしなんだかなって思って、水道水は水道水でちょっと軽き臭かったりはするけど全然飲めるので、これに水道水を移し替えて飲んでます。それで思ったのが、浄水器を買おうと思って、水道の蛇口につけるものね。それで今いいのを探しているところです。でも今のところ普通の水道水。今ソーダストリームのペットボトルを使ってて、この大きめタイプのものが1リットルぐらい入るみたいで、これを2本飲んだら2リットル飲んだということになります。ちょっとでも喉が渇いたなとかって思う時はもうすぐお水飲んでます。お水か、あとはカフェイン、コーヒーですね。飲む水分といえばか豆乳です。そんな私の水分事情は置いといて、ちょっとだけ福岡の話しますね。福岡から帰ってきて、福岡に行った後の動画を今撮ってて、これじゃない、スプーンとお箸が全然違った。インスタのストーリーに少し載せたんですけど、それを見てわかる通りめちゃめちゃ楽しかったです。福岡って私高校生ぶりに行ったんですけど、一人でもめちゃめちゃ楽しめました。大阪も一人でもめっちゃ楽しかったけど、また大阪とは違った良さがありましたね。早く YouTube にアップしたくて、もう編集に取り掛かっているところです。サブチャンネルで何度も福岡に行く予定立てなきゃってずっと話してたじゃないですか。結局もう行く直前まで予定決めることができなくて、っていうのも福岡に行く当日に終わらないといけないお仕事があったりして、容量が悪いっていうか、その仕事も一応終わらせることはできたけど、福岡での予定が全然立てられなくて、飛行機の中で Wi-Fi が使えるのでずっと調べたりしてました。なので行きの飛行機は一睡もせずに、むしろワクワクで目が冴えたまま福岡に到着しました。そんな感じですね。今福岡のこと話しすぎちゃうと、これからまた福岡の絵日記とかも書きながら雑談する予定なので、詳しいことはそこでまたお話ししますね。前も言ったかもしれないけど、今年は旅行に行く年にしようと思っていて、でその旅行は沖縄も一応ね含まれてはいるんですよ。沖縄は地元だから帰省だろうって思うかもしれないけど、なんかでも帰省の気持ち半分、旅行観光気分も味わえてるかなって思うので、沖縄に帰るのも一応旅行に入れてます。それで言うと、今のところ2ヶ月に一度飛行機に乗ってるってことになってますね。場所自体はまだ福岡と沖縄だけど、夏にもね旅行が控えているの。国内いいですよね。私福岡で感動したのが、めっちゃ近いと思って、後から調べたら沖縄と飛行機にいる時間は30分くらいしか変わらなかったんだけど、でも福岡なんかめっちゃ着くの早く感じました。なんでだろう、30分だけだけど。あと私博多駅近くのホテルに泊まってたんですけど、電車で10分15分もかからないぐらいで着いたんですよ。それに感激しました。あれ、こんな近かったんだと思って。高校生の時に福岡に行った時は天神に泊まった記憶があるんですけど、天神の近くのホテルに行ったし、で飛行機の中でこれで福岡に行くの2回目だなって思って、高校生の時を思い出してたんですけど、私が高校生の時に行った福岡では苦い思い出があって、福岡で苦い思い出っていうよりも福岡に行く前の話で、私が通ってた高校はちょっと厳しめの高校だったんですよ。わかんない、普通の高校がどんな高校かわかんないけど、結構スカート丈とか
注意されるような高校で、しかも学校にいる時ならまだ分からなくもないんですけど、放課後とかも生徒指導の先生が学校の周りとかにいるんですよ。私はもう学校終わって多分塾に行く前とかだったかな、スカートを折って短くして歩いてたら生徒指導の先生に見つかっちゃって、でそれで注意されちゃったんですよ。その後になんだっけ、ちょっと記憶が曖昧すぎて、でまずそれで1回目スカートの短さで怒られました。その次の日には授業中に携帯を触っちゃってて、それで携帯没収されたんですよ。そう、しかもそれが福岡に行く何日か前で、携帯はどれぐらいだったかな、その没収された携帯がね、すぐには帰ってこなくて、最初の1日目はスカートで注意されて、で2日目は携帯、その時は iPhone とかじゃなかったからスライド式の携帯をね使ってたんですけど、それで注意されちゃったじゃないですか。でも絶対そんなの親に知られたらもう超怒られると思って、スカートで注意されたならまだしも、その次の日の携帯触ってたのは絶対バレたくないと思ったんですよ。そうだけど、その福岡に行く時も携帯がもしなかったら親に絶対なんで携帯ないのって言われちゃうじゃないですか。だからそれで私が考えたのは、その時の担任の先生にもう本当にお願いですって言って、私が授業中に携帯を触って取られたことは言わないでくださいってお願いしたんですよ、その時の先生に。で携帯ももちろん福岡に旅行に行くからって言って戻ってくるような甘い環境ではなかったから、もう携帯が戻ってこないのはいいけど、私の両親には1日目でスカートで注意されたから、それで携帯も取られたっていうことにしてくださいってお願いしたんですよ。普通の先生だったらそこでいやそれは無理だよってなるかもしれないけど、その時の担任の先生もめっちゃ優しくて、今でもすごい好きな先生なんですけど、でその先生はじゃあもうそういうことにしてあげるよって言って両親には言わないでおいてくれたっていう、なんかちょっと今では苦い思い出だけど、でも先生の優しさが身にしみる思い出にもなってますね。いつかまた会える機会があったら会いたいなって思う先生でした。っていうお話。そうだから私が高校生の時に行った福岡旅行で写真の思い出が全然ないのは、携帯を没収されていたからっていう感じでした。でも旅行っていいですね。今回ので改めて思ったけど、旅行のために毎月旅行貯金をしようかなって考えてるぐらい、国内でもいろんなところ行きたいなって思い始めてます。どこかおすすめの場所があれば教えてください。次に狙ってるのは京都ですね。もし次行くなら京都もいいけど、北海道もいいんだよな。やっぱグルメの旅もいいですよね。私が旅行中毎回思うのが、なんでいつもはもっと食べれるのに旅行中はあんまりお腹に入らなくなっちゃうんだろうと思って、なんか旅行の時はお腹が膨れるのが早い気がします。胃袋の瞬間移動みたいなのができたらいいねってご飯食べるたびに毎回思ってます。愛知県名古屋も行ってみたい。飛行機も好きだけど新幹線で行けるところもいいですね。福岡行って思ったのが、外国の観光客の方がすごい多かったんですけど、一番多かったのが韓国で、どこに行っても韓国語が聞こえてきました。特に夜の屋台とかね、韓国の方からは福岡が人気なのかなって思って、もう食器もほとんど洗ったので、今日の動画はこんな感じで雑談動画でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。